こんばんは。よいしょ。こんばんはです。ストーリーさんこんばんは。ナルバルさんこんばんは。こんばんはです。いつもありがとうございます。よいしょ。ちょっと待ってね。少々お待ちを。ダメだ、今日も字幕をつけられない。ちょっと問題やってみたんですけどやり方を忘れてしまって一からやらなきゃなくて全然わからないな。わからなくなってしまいましたね。ストーリーさん一番手ありがとうございます。ありがとうございます。やり方がちょっとね、何日もやってなかったら何をどうしたらいいのか全く分かんなくなっちゃって、これでいいんだよね。字幕がね出てこなくなっちゃったんですよね。設定ができなくなっちゃった。翌日のアーカイブでやっと字幕を設定するっていうことしかまたできなくなっちゃった。オンタイムで字幕ちゃんがこう出てくる、翻訳が出てくるような状態にしようと思ってたんですけど、なんかできませんでした。すいません。今日のねライブ配信も日本語だけになっちゃうんですけど、よろしくお願いします。ソーリーさんね、一番手昨日いなかったかな。潜ってました。もしかして潜っててくれたかな。今日もねなんかね暑い状態にも戻ってきましたね。日本に台風が9号となんだっけ10号はまだできてないのかな。見てみよう。9号は消え去ったかな。動かない。9号やっぱり通り過ぎてるんですね。もうねこのまんま北海道とかに行かないようにこのまま通り過ぎていく感じですね。10号も10号になったのかな。これは10号もね近寄らないでこのまんま通り過ぎていく感じにいますね。なんかね、ほんと台風のできる場所が日本とサイパンの間ぐらいでできることが多くなってきてる感じ。年々どんどんなんか北の方に台風が出来上がるところがね北の方に行ってる感じがしますね。日本に近いところで台風ができて、で、去年とかも結構日本でも被害あったのかな。今回のね10号は雨台風だったからサイパン的には良かったんですよね。雨だとそんなに被害が、うちなんかは雨だけならまだ、風はやっぱり怖いから、風はねもう14メートル15メートルって数字が出ちゃうともうビビりますね。風を遮るものが周りに全然ないから、世間ではね日本なんかだとね全然14、15メートル
全然まだ遮るものがあるから大丈夫だと思うけど、もうそのぐらいでちょっとビビりますね、サイパンだと。あ、さゆんとさんこんばんは。いつもありがとうございます。今日の題名になってるトランプさんのあれは、昨日ね、ちょっと待ってね、昨日ね、夜中何時頃だったかな、ドル円がダララララって、そう、私がこのライブやってる時にいきなり切れちゃったんですよ。なんでかわかんないけど、で切れちゃって、未だに原因がわからない。パソコンが落ちちゃったのは落ちちゃったんですけど、この原因がね、暑い、ちょっと暑い、ちょっと待ってね、パソコンが落ちちゃった原因もわからなくて、結局もう一回立ち上げて、そのページをライブ配信を続けるようにやるやり方がもう全く分かんないから諦めましたね。ちょっと諦めて、なんで落ちちゃったのかな。停電でもなかったんで、停電でもないし、ネットが悪いとかっていうんじゃないと思うんだよね。昨日のは電源が、パソコンの電源勝手にね落ちちゃったの、なんか勝手に再起動みたいの入っちゃって、ダメになっちゃったんですね。昨日ドル円がその後見た時にガタガタガタって落ち始めてたんで、これがトランプさんの発言なのかな、多分。何時？ 5、4、3、2、1、0。違うか。ライブの最中ぐらいに落ちてたんだ。でね、151円目前のところから、今日147円30ぐらいのところまで落ちたって感じなのかな。すごいね、3円ガタガタガタって落ちたね。すごい感じ。ここで上がってはひげはちょっとつけてるんだ。ちょっとだけしかついてないね。これね、どうなんだろう。下があるっちゃあるよね。145円、その下104、今ここ月曜日バーンと下に月曜日の朝またトランプさんがなんか話すって言ってたんで、朝の時間の時に、だからそれでもう一段ドンって下がるっていうと、もう一段ドンって下がるっていうと、どこまで下がるのこれ。144円50ぐらいのところがあるのか。144円50ぐらいのところを下に抜けてきちゃうと、またもう一回141円が見えてくるのかな。それだったらね、お盆休みとか円高になってくれればね、海外旅行も行きやすくなってくると思うんですけど、じゃないと今日あたりで147円、まだちょっと高いですもんね。せめて145円ぐらい。みんななんかやっぱ1万円を崩して80ドルぐらいは返ってこないと、それ以上だそれ以下だとちょっとがっかりするっていうかね、
1ドルやっぱどのくらいが、どのくらいがいいって言ったら円高の方がいいね、日本人からしたらいいと思うけど、そうだよね、日本人からしたらそうだと思うんだけどね。1ドル147円って結構高いね。結構っていうかすごく高いよね。すごく高い。サユントさんやっぱり100円100円ね。なんか100円のぐらいの時って多かったっけ。100円ぐらいの時って結構あったかもしれないね。100円計算ぐらいの時、もう79円っていう時もあったもんね。あの時に専門家の人たちは50円いっちゃうんじゃないかとかって言ってたけど、50円はいかないで79円ぐらいでまた上がっちゃったんだよね。で160円ぐらいいったんだっけ、確か。160円ぐらいいったんだっけ、確かね。ストーリーさん100円がいいやんなっていいやんなってね。100円ぐらいがいいですよね、やっぱり。100円だとちょっと安すぎるかな。昨日ね、そう下げに加速させたのがロシアのなんだっけ、ロシアのね偉い人がトランプさんアメリカに挑発するようなことを言ったんですよね。いろんなことをごちょごちょと。それでトランプさんがブチ切れて、原子力潜水艦かを適切なところに行って、場所は明かしてないですけど、もちろん適切なところに2機配備するって言ったの。2隻配備するって言って、そこからガタガタとどんどん落ち込んでったんだよね。円が高くなってったんだよね。めちゃくちゃ切れた状態で何回か発言してましたもんね。ほんとちょっと物騒。あっちもこっちも結構ね、戦争とかね、戦争みたいなことをやってるから。どこやっちゃったっけな。あった。そうみたいなことやってるから、物騒は物騒ですよね。どこに配備するんだろうに。それで調べてみると、グアムとかにもこの原子力潜水艦いるんだってね。5隻ぐらいいるらしいですよ。5隻ぐらいこの辺のサイパン、グアムの海の中にも配備されてるっていうか、いるらしいんですよ。それは前に確認されてるって言ってましたね。やっぱりね、配備適切な場所、ロシアに対して適切な場所っていうのはやっぱ太平洋地域とか、どこなんだ、ロシアの近くに周辺に配備するっていうことなのかな。核のなんかことを言ったんですよね、ロシアの人が。
これでちょっと怒っちゃったんだけど、その源泉ってそんなにでかいんだって。110メートルとか、これ110メートルとかあるみたいなんですよ、大きさが。これ Google Earth とかで映んないのかね。このサイパンとかグアムとかの透明な海だともっと深いとこにいるのかな。どこにいるの70メートルぐらい透明度とかいいところはめちゃくちゃあるから、こう影とか映りそうなもんなんだけど映んないのかな。どうなんでしょうね。そういうとこよく知らないんだけど、こんなのね、潜水艦がどのぐらい大きいのかも知らなかったから、110メートルなんてそんなでっかいものだとは全然知らなくて、で調べてみたらそのぐらいでかいって書いてあったから、ちょっとびっくりですね。グアムとかにも配備されてるんだって。ロサンゼルス級源泉とかっていうのが 4隻確認されてるって言ってましたね。今いるかどうかは分かんないけど、隠れてこういうのはいるんだろうからね。びっくりなんだけど、こういうのを聞くとやっぱり本気でこの辺の島とかに、グアムとかはもちろんのこと力入れてんだなって思いますね。テニアももちろん軍事化されてるわけだから、すごいなって。ちょっとなんかね、現実のことじゃない感じ。直径はでも10メートルぐらい。でもでかいよね、10メートルぐらい。こんなことがさ、もうちょっとガタガタ月曜日とかにもまた言うと思うんですよね、トランプさんが。こんなになったらまたドル円がだから下にめり込んでいくんじゃないかっていうね。141円ぐらいから今ぐらいの時期ってここ何ヶ月間ぐらい、これどんなくらいだっけ。141円ぐらいから買って持ってる人っていっぱいいると思うんだけど、最近で一番安かったの141円とかだよね。140円とか141円とか、その辺から買って持っている人がいっぱいいたと思うんだけど、ちょっとすごい151円超えていくなんて思ってて、ストーンって落ちてきちゃったのはちょっと辛いよね。これどうなんだろう。元々のチャートで見ると元々のレンジの中に入ってきちゃった感じだもんね。でもこの辺でうろうろちょっと下がっててくれると、ほんとお盆にね、8月、もう8月だもんね。すでに8月だもんね。8月にね、そっか、8月かも。海外旅行行く人も増えるんじゃないのって、ちょっと行ってこようっていう人も増えるんじゃないかなって思うんだけど、そんなことないですかね。ほんとドルが高いと旅行も行きにくいよね。ドル圏だけじゃないから、あと韓国とかね、今やっぱ人気なの、日本から行くのに人気なの韓国とかベトナムとかも行くのか。あとタイとか、あっちの安い方にね
行く人も多いだろうしね。ストーリーさんはヨーロッパポンドとかユーロとか高いんじゃないの？高くないの？ユーロとか全然見てないけど、ちょっと待って、ユーロ圏だよね、ヨーロッパ。ユーロ円とかか。ユーロ円とかなんか全然見たことないけど、全然最近見たことないけど、うわ、これは高いの？安いの？どっち？171円とかだね。ちょっとこれは高いの？安いの？高いんだ。高いんだね。ユーロも高いんだね。でもユーロも折り返しになってきてるから、ユーロ円160円ぐらいまでストンっていきそうな匂いもしなくはないけど、わかんないね。ヨーロッパも高いじゃん。だから171円171円なんだって。ドルより高いんだ。ドルより昔200円ぐらいの時もあったよね、ユーロ。確かなかったっけ？あったような気がするんだけど、昔フランスとか行ったりした時にユーロって200円ぐらいしたような気がするんだけどな。気のせいかな。気のせいかもしれない。わかんないですね。ちょっとうる覚えになっちゃってるんだけど、ヨーロッパか。ヨーロッパも暑いのかな。ヨーロッパも暑いのかなね。最近はどこ行っても暑いって言うけど、安いのは韓国のウォンとか日本円と、日本円が最弱だったからね、ずっと。韓国、中国、台湾か。台湾とかね、人気ですよね。台湾ってゴルフあんのかな？ OK、 Google。 台湾ってゴルフ場ある？はい、台湾にはたくさんあるんだ。特に台北近郊にたくさんあるんだね。じゃあみんな台湾行ってるね。物価は安いし、ゴルフ場もたくさんあるし、サイパンとかよりは涼しいのかな。涼しそうだよね。そうでもないか。そっか、台湾とかにゴルフ場いっぱいあるんじゃ台湾行くよね。物価も安いし。そう、タイとかね。台湾は日本からめちゃくちゃ近いし、あっち側か。ベトナム？あれ、昨日かなんか、ベトナムと中国がめちゃくちゃくっつき始めたっていうなんかことを言ってた気がするんだよね。違ったかな。習近平さんベトナム行ったかな。そんなような話題を見たような気がするんだけど。 OK、 Google。 ベトナムと中国は接近中？はい、ベトナムと中国は経済や政治などの分野で接
ああ、やっぱそうなの。間で協力関係を強化する共同声明が発表。やっぱそうなのね。ベトナムと中国ってなんか一時期やばかったのにまたすごくくっついてるっていう。ベトナムのインフラかなんかも全部中国が直し始めたんだよね。だからなんとか海峡なんとか海峡じゃ分かんないだろう分かんないよね。なんとか海峡って重要な海峡、あそこも中国が片側も権利持っちゃってる感じでしょ。それと同じ感じでアフリカなんかがそうだよね。アフリカが中国がいろんなとこインフラ全部直して中国の方が、権力を持ってるっていうのなんて言ったらいいんだろうね。そういう感じがあるよね。なんかでもね、中国パワーありすぎるって感じだよね。全てが近代的になってるし、もう AI の発達もすごいでしょ。中国のアプリとかめちゃくちゃすごいらしいからね。なんか私たちなんかがこう検索しても中国のアプリって引っかかってこないけど、中国の人たちはねすごいアプリなんか持ってんだよね。いろいろ、AI でもなんだっけ、超有名になったのが、最近で有名になったのがなんだっけ、ディープシークか。ディープシークもチャット GPT をちょっとそのままコピーしたような感じなんだろうけど、ディープシークの方が上だぐらいの感じになって株価がドーンって落ちたことがあったもんね。半年前ぐらい、もっと前かな。中国のアプリってもうなんか日本とかは私たちが普通に検索して出てくるようなところには出てこないんだよね。中国のアプリって漢字で検索しなきゃ出てこないのかもしれないんだけど、なんかねすごいアプリを持ってたんだよね。でそんなことが無料でできるのっていうようなものを結構中国の人は持ってる。それが何だったか忘れちゃったけど、なんかね、何だったっけな、なんかすごいと思ったものがあったんだけど忘れた。で、あと昨日の続きのビデオも、流したいと思うんだけどね。昨日サイパンの中でもいろんなとこがね工事中のところが止まっていたり、昨日ね、最後の方でお話ししてたんだけど、うねさんがいないね今日。うねさん潜ってないの？うねさんが昨日気づいてくれたんだけど、ちょっと待って、これ早送りとかできないのかな。できないか。もうちょっと見てくださいね。うねさんが気づいてくれたんだけど、クラウンホテルの前のすぐ前の通りに昔みんなが好きだったかもしれない、みんな立ち寄ったことがあるんじゃないかっていう六本木、新宿六本木っていうお店があったね。ここがついこの間までずっとこう一応掘ったて小屋のような状態でずっとあったんだけど、そっち系のお店だったんだけどね。私は誰がママだったかとかそういうのは全然わからないんだけど、そっち系の夜のお店だよね。夜のお姉ちゃんとかをオーダーしたりするお店だったんだけど、
このずーっとその建物がもう昔からずっと昔からあったわけじゃないけど、台風でも半壊してたのにまた立ち直ってこのビルが出来上がって、ビルじゃない建て小屋ね、建て小屋みたいのがちゃんと出来上がってたんだけど、それがねこの間昨日一昨日なくなってたんですよ。全て更地になってたのね。でそこで片付けしてる人たちがいたから、ちょっと泊まって聞けばよかったんだけど聞けなかったからね。もうまっさらになってて、なんか立つのかなっていう感じ。場所としてはねいい場所だからね、クラウンホテルの目の前で。でもどうなんだろうな。でも立たないと掘ったて小屋を片付けた意味もないから、誰かが買ったかなんかして建てるんじゃないかなって思うんだけどね。それとも台風シーズンだから半壊してたのかな、直してあったと思うんだけどね。直してあったとは思うんだけど、半壊してたかな。一時期ね台風の時には半壊してたのは覚えてるんだけど、半壊してたかな。どうだったかな。前のビデオ見ればわかるんだ。前の動画そっか見ればわかるわね。前の動画をどうやって出してくるんだ、どうやって出せばいいのか。ウィンドウキャプチャーにして持ってくればいいのかな。前はねどうなってたかな、半壊したまんまだったのかな。サイウントさんドアあったよ、ドアあったよ。六本木って覚えてるのかな。本当ねクラウンホテルの目の前で中華料理屋さんなんかテラスみたいになったところの中華料理屋さん、フードコートみたいになってるところの中華料理屋さんの隣に掘ったて小屋みたいのあったでしょ。それなんだけど、そこにドアあったよってどこだから分かってんのかな。そういうそこがね更地になってたからね、あそこ、なんか立つのかな。この状態で立てる人いるのかな。お金がある人はね先行投資、それから韓国便も 2便飛んでるし、中国便も飛んでんのかな。飛び始めたのかな。 OK Google、 中国サイパン便は飛行機飛んでる。現在中国とサイパンを結ぶ直行便は運航していないようです。乗り継ぎにご利用する必要があります。直行便はないの？本当かな。 Google も当てにならないからな。香港から直行便なかった？現在香港とサイパンを結ぶ直行便は運航していません。ないんだ。台湾からは
ないね。台湾もないね。シンガポールなんかないよね。直行便はないんだね。ビザが中国の人のビザが使えるようになりましたよっていうだけで、なんだっけ、エスタみたいなやつ、日本人が使うエスタみたいなやつの中国版が使えるようになったっていうだけでないんだね、結局のところ。韓国は本当かな。中国便が1便出るって聞いたんだけどな。韓国からはどうですか？韓国からはチェジュ航空とティーウェイ航空がソウル、伊側からサイパンへの直行便を運航しています。チェジュとティーウェイがソウルからサイパンへ直行便運行してるんだね、今ね。2便、毎日2便。違う、承知じゃないよ。毎日2便飛んでるの、韓国から。韓国からサイパンへの直行、チェジュ航空とティーウェイ航空が毎日運行してるんだ。例えば、ソウル、伊側からサイパンへのフライトスケジュール、ティー航空113便、チェジュ航空の正しい3007便が毎日運行していると期待されています。すごいね、毎日運韓国からサイパンへの直行、毎日運行してるんだね。この間も日本のお友達と喋ってたら、日本とサイパン便、直行便ないと思ってたっていうから、いや一応3日に1度だっけ、3日に1度ぐらいあるんだよって話をしてて、で韓国を経由して韓国で1日とかに2日遊んでサイパンに来るっていう考えだったらいいかもなって言ってましたね。韓国からの方がティーウェイって安いんだよね、確かね。ティーウェイだと、前にだけどずいぶん前にだけど、ティーウェイが飛んでた時に往復で15,000円とか、サイパン韓国が今いくらするんだろう。ティーウェイ航空はサイパンと違う、 TV じゃないよ。サイパン韓国便はいくらするの？韓国からサイパンへの航空券の料金は時期や予約状況によって大きく変動しますが、約2万円台から10万円台まで幅があります。 LCC の2万円から10万円ってずいぶん幅あるね。2万円往復で2万円って安いよね。韓国に日本から韓国が2000円とかで飛んでたよ。この間なんかで広告で見たけど、往復で4000円、韓国が5000円の往復で、韓国が5000円の往復で、サイパンから韓国からサイパンが2万円、2万5千円ぐらいで韓国と、これ猫が入っちゃったけど、猫ちゃんね、近所のじゃない、お友達のところの猫ちゃんとはちょっと遊んだ映像が入っちゃってたんだけど、ちっちゃい子で可愛かったんですけど、そう、
25,000円で結局韓国経由って考えないで韓国でも遊んで、でサイパンにも来るっていう感じ。サイパンでも遊んで、その方がでもあれだよね。その方が結局サイパンで買い物できるとこないから、買い物がデューティーフリーがないからね。デューティーフリーないって観光地である？だってさ、どんな寂れたとこでもデューティーフリーって結構ない？サユントさん安ってね、そう、ほんと安いよね。安いっていうあれじゃないよね。海外旅行してサイパンと、だからグアムじゃない、サイパンと韓国行ってね、サイパンと韓国行って25,000円だから、もう安いとかじゃないよね。だからストーリーさんとかヨーロッパとかめちゃくちゃ高いんじゃないの？だってユーロが170円だったよね、さっきね。170円でホテルいくらになっちゃうのよって感じだよね。めちゃくちゃ高いんじゃないの？一人さ100万円かな。何が100万円？一人が100万円？嘘でしょ。一人旅行が100万円ってことはないよね。そんな、まあ何日かわかんない。航空券とホテル代で100万円とか、一人100万円とかないよね。1ヶ月とか、1ヶ月で100万円は足りないか。1ヶ月では足りないだろうけど、100万円ってすごいね。ホテルとかが高いのかな、やっぱり。もう全部旅行会社でお願いしてるのかな。一人ですよ、2週間。うわ、一人旅の2週間旅行。結構するよね。でもそうやってやっぱ100万円出しても海外旅行に行こうと思ったりするわけなわけだよね。そういうわけだよね。100万円出してやっぱり行っちゃうんだね。ヨーロッパだとかだとやっぱそういう価値があるのかな。価値があるんだろうね。そういう価値があるってことだよね。すごいな。100万円も出しちゃうの？みんなそういう感じなんですかね。そういう感じなの、やっぱ旅行ってすごいな。100万円仕入れしに行くわけじゃないのに。あ、ナバルさん起きてる。ナバルさん12時
日本11時起きてる。いかんないけんないけんなね。1人100万円は結構な旅行だよね。予算がっていうかもうホテル代と飛行機代っていうことかな。ホテル代と飛行機代と遊び代は別かな。すごいな。でもすごいな。もう通り過ぎちゃったじゃん。あとね、こもう一つね、このなんだっけ、このホテル、ビクトリアホテルか。なんかね、一時期工事始めてて、中国のオーナーがやり始めるって言ってたのが頓挫してたんだけど、なんかね、こう貼ってあったのね。なんかやり始めんのかな。もう一回ちょっと今日見に行こうと思ったんだけど、明日か明後日ちょっと見てこようかなと思ってますね。ストーリーさん、ホテル高いよねって。ホテル、そう、日本でも日本のホテルめちゃくちゃ高くないです？なんかサイパンのホテルとかのが安いか、そうでもないかな。サイパンのホテルとかの安い感じがするんだけど、この間なんか何に出てたか忘れちゃったんだけど、コマーシャルだともうなんか YouTube かなんかの Facebook かなんかのコマーシャルかなんかでサイパンの COP が$80ぐらいで出てて、一泊結構なんか日本のホテルより安いじゃんと思ったんだけど、気のせいかな。気のせいかもしれないけど、やっぱケンジントンとかは高いと思うけど、ケンジントンかクラウンとかいい値段すると思うけど、クラウンホテルででもなんか13,000円って言ってたよね。確か13,000円だっけ、$130だっけ、あれだかんもっと高い部屋もあるんだろうけど、ケンジントンとかもう安いピンキリなんだろうな。でもサイパンでも昔はなんか$25の1泊$25の部屋とかあったけど、最近聞かないよね、そういう安いホテル。でも小さいホテルは結構、ホテルっていうかなんつうの、バンガローなんていうんだろう、ああいうのミニホテルみたいのはいっぱいあるらしいんだよね。昔っていう、だからホテル、海の目の前にないようなちっちゃいホテルが結構サイパンにもいっぱいあるらしいんだけど、どこにあるかはちょっとわからない。あっちこっち工事が止まってるようなところがこれから動き出すのか。サイパンはその辺がね、まだよく分かってないところだけど、どうなんだろう。とにかくドルが高いとね、旅行ってしづらいよね。
ぱりね、最安だったからね、ずっとね。最安はちょっとね、170ユーロ170円ってそうな値段だもんね。ヨーロッパなんかちょっと旅行行けないよね。サルートさん、円高希望です。ああ、やっぱそうだよね。もうちょっとね、130円ぐらいがちょうどいいんじゃないのって思ったりするんだけどね。ちょっと待ってください、お水飲みます。すいません。ちょっと待ってね。なんかどこ行っちゃった。なんだかどこ行っちゃった。よっ。よっとすいません。暑いな。ちょっとやっぱちょっと動くとむわっとする感じがあるな。夜はね、雨降ってくんないとなって思うんですよね。円高希望、130円ぐらいがちょうどいいレベルなんじゃないかななんて個人的には思うけど、どうなのかな。こんなさ、デューティーフリーもない状態だと、昔何にもなかったけど、やっぱデューティーフリーは小さくてもサイパンあったからね。ここまでデューティーフリーが撤退するっていうことかなりなんだと思うんだよね。ハイアットもそうだったでしょ。あれハイアットってなんか新しいホテルになるはずだったのになってないね。ハイアットからなんかマリアナリゾートホテルとかなんとかになって、5つ星かなんかのホテルが入るって言ってたの、あれいつだっけ。ここに変わるって言ったの、何に変わるって言ったんだっけ。Google に聞いてみよう。OK Google。サイパンのハイアットホテルは今何のホテル？サイパンのハイアットリージェンシーは2020年6月30日をもってハイアットとしての営業を終了しました。その後2024年11月25日マリアナビーチリゾート。マリアナビーチリゾート。マリアナビーチリゾートからシェラトンになるんじゃなかったっけ？以前のご案内で言及したその通りです。マリアナビーチリゾートは2020年11月25日シェラトンサイパンとしてリブランドオープンしました。リブランドオープン2024年、今2025年だけど。おっしゃる通りです。申し訳ありません。最新の情報によると、現在もホテルはハイアットリージェンシーサイパンとして営業しています。嘘つきだよ。ハイアットリージェンシーサイパン。ハイアットリージェンシーサイパンはクローズして、マリアナビーチホテル、マリオットのホテルが入るって言ってたんだよね。ハイアットリージェンシーサイパンは2024年6月30日をもって閉館し、その後
マリアナビーチリゾートホテルだけど、それがマリオットの、ホテルに変わるって言ってなかったっけ？その通りです。マリアナビーチリゾートを運営する M 会社は2029年3月28日にマリオットインターナショナルとフランチャイズ契約を結ぶ旧ハイアットリージェンシェラトンサイパンとしてリブランドする計画を進めています。年内のオープンを目指しているとのことです。シェラトンになるんだね。マリオットの、そうだよね、下になるって言ってたからね。ちょっと Google もちょっと混乱してますね。マリアナビーチリゾートホテルっていうんだね、今の現状で。昔、今クローズしちゃったけど、マリアナ、同じ名前じゃなかったっけ？マリアナリゾートホテル、どっか違う？マリアナビーチリゾートホテル、一番北にあったホテル、マリアナビーチリゾートホテル、なんか違ったかな。マリアナリゾートホテルだったかな。似てるからちょっと混乱しますね。そういうのがあったんですよね。結構大きなホテルであったんですけど、今もうゴルフ場はやってるのかな。マリアナリゾートゴルフ、そんな感じの名前。マリアナ、いや全然思い出せなくなっちゃった。やばい。マリアナゴルフ場、マリアナゴルフ場でいいんだよな。そんなのが一緒にね、ゴルフ場とホテルをやってたんですけど、全部なくなっちゃって、全部なくなっちゃったんで、ゴルフ場だけやってんのかな、わかんないや。Google に聞いてみよう。サイパンの一番北にあるゴルフ場でマリアナゴルフ場ありますか？サイパンでマリアナゴルフ名前のゴルフ場は見つかりませんでした。サイパンのアオラオベイサンドリポートです。その他サイパンで見つかったゴルフ場は以下の通りです。マリアナベイサンドリゾート2つのゴルフ。マリアナやってないんだ。知らなかった。マリアナのゴルフ場もやってないの？あんなとこ管理するの大変だよね。誰ももし入ってないんでやってないとしたら草ぼうぼうになっちゃうよね。芝も手入れしてないのかな。いやーって感じ。なんかね、マリアナリゾートホテルはクローズして国が管理してるらしいんだけど、それに誰も泊まってない状態で、何にも運営してない状態で毎月25万ドルかかるとかっていう話をポロッと言ってたような気がするんだけど、毎年じゃないと思うよね。1年間で25万ドルっていうことじゃないよね。毎月25万ドルかかってるとかっていう話を聞いたんだけど、ただ維持するだけで、気のせいかな。25万ドルっていう金額はなんか聞いた気がするんだけど、それが1年間なのか。1年ってことないよな。そう、何も使ってないところにそのぐらいかかってるらしいんですよ。
国が持ってて、このサイパン CNMI が持ってて、あ、うねさんこんばんはこんばんは。潜っててくれたの、潜ってたのかな、それとも今来てくれたのかな。こんばんはです。こんばんはです。何喋ってたっけ。そうそう、なんかね、マリアナ、うねさん、マリアナリゾートゴルフ場がやってるかやってないか知ってるちょうどよかったとか言っちゃおうかな。うねさんのが知ってる感じだからやってるのかな。今来たとこです。忙しいんですね。忙しかったんですね。わしゴルフやらんや。そっかそっか、うねさんはゴルフやんないんだよね。ゴルフやらないから知らないか。マリアナマリアナリゾートホテル。あ、そっか、マリアナはマリアナうねさん、なるさんこんばんはって、こんばんはってこんばんはがあれですね。うねさんそうだよね、ゴルフやんないけど、そっかそっか。それでハイアットがシェラトンになって、いつなるんだろう。今年いっぱい、今年中にオープン。もうフランチャイズ契約はしたって言ってたもんね。よくしたなと思うんだけどね。ほんと大手のシェラトンが先行投資っていうか、ある程度のあれがないとしないと思うから、だからそこの裏に来るのはカジノがオープンするんじゃないのっていう話があるんじゃないかって思うんだよね。ある程度の勝算がなきゃこの大手が契約しないんじゃないのって思うんだけど。姉さん忙しいんだね。この12、土曜日だから飲んでたのかそうかな、もしかしたら。今話してたのはなんだっけ、ビクトリアホテルがもしかしたらなんかやり始めるんじゃないのって感じの状態になってたの。もう一回ちょっと見に行って確認してから言いたいと思うんだけどね。昨日の動画だとあれってちょっと変わってたんで、工事のこういうのが全部取り外されてて、なおかつ黒い板がこう貼ってあった感じだったんで、なんかできるのかなあそこね。仕事は昼過ぎに終わってましたよ。うねさん、じゃあやっぱり、遊んでたんだね。土曜日だもんね。昨日うねさん、ドル円がいきなり、さっきも話してたんですけど、ドル円がいきなりドーンって下がってきましたけど、3、4円落ちてきたんで、これがいつまで落ちるかは分かんないけど、昨日は土下したと、そう分かんないんですよ。昨日さっきも話したけど分かんないんだけど、いきなりパソコンが落ちちゃったんですよね。パソコンがピョって落ちちゃって、停電と思ったら停電でもなくて、
でそこからもう一回立ち上げてYouTube チャンネルに入ってもう一回やる方法が分かんなくてそのまま切れちゃったんですけど、なんで切れたか分かんなくて、お化けだって、違う本当なんで切れたのか分かんないんですけど、もうね不可解なことが結構あるんですよ。私なんか YouTube どれもやり方を分かってないんだけど YouTube もちゃんとやり方を分かってないし、Twitter とか Facebook も全然やり方分かってなくて、この YouTube のやつを出すだけぐらいのことしか分かってないんですけど、なんかね昨日も戻れなくて、こうなんか一回切れちゃっても戻ってくる人とかライブ配信者でいますよね。戻れなかったんですよ。それをやろうと思ったんだけど戻れずに諦めましたね。そういうわけじゃないんだけどね。ちょっと待ってね、お水飲む。いきなり切れちゃったからでパソコン真っ暗になって立ち上げて入ろうと思って YouTube にこう戻ってライブ配信のまた一から設定をしなきゃならないんですよね、あれね。だから諦めました。はい、そんで今日も翻訳ちゃんの、英語と韓国語と中国語が、同時に出るやつ、他の YouTube の配信見たことないんで、またそうやってそんな姉さん、でも姉さんは人気ライバーだったんだよね。YouTuber じゃなくて違うところでね人気ライバーだったから、だとやり方とかそういうのよく知ってるのかもしんないけど、本当私わかんないんで、Twitter 自体もなんかこう上げるので精一杯だったんで、ほぼほぼね昔からやって本当にないのよ。本当かしら、うねさん。本当かしら。こういうコメントとかそういうのすごく上手じゃないですか。全然なんて言うんだろう。私なんかどっか見に行っても全然コメントとかできないタイプ。できないタイプですね。YouTube はねって、YouTube じゃないものもあるもんね。今インスタグラムなんだっけ、インスタグラムしか思いつかないじゃん。ツイッターのライブとかもあるわけでしょ。もう全然そういうのが分かんないから。ユントさん、私はビビリですよ。ビヒリですよ。ビビリでしょ。それビヒリじゃなくてビビリじゃないの。ビヒリになってるけど、ビヒリ姉さんとかはねコメントとか慣れてる感じ。サユントさんもこういうコメント慣れてる感じだけど、ビビリビビリね、ビビリ。ライブは10代の
の頃にちょっとだけ10代の頃ってそんな時にライブ配信とかやってて先駆けじゃないの、先駆け。もう10代の頃なんて全然ライブとかなんて考えたこともなかったよね。なんかツイッターとかも考えたことなかった。 X か、今で言うかピンクバンド、パンクバンドパンクバンドしてまして、マジで全然そういう感じに見えないんですけど、ねさん、このライブじゃない、違うね、ちょっと違う方向に行ったね。そっちか、なんだっけ、私ライブハウスとかもほぼ行ったことがない人なんで、そういうとこもねもう苦手。もうなんだっけ、サユントさんじゃないけどビビリな人だったから、ビビりまくってた人なんで、怖いところが嫌い、怖いところとか嫌い、怖いっていう感じのところが嫌いなタイプだから、ライブ会場とかね行ったことないし、コンサートとかは何回か行ったぐらいで、コンサートとかはね嫌い。なんか人が集まるとこが嫌いなんですよね。そんなに得意じゃない。人がいっぱいいるとこ、遊園地とかも苦手だし、だからどっちかっていうと、昔で言ったらクラブじゃなくて、そうなんです。また始まっちゃうんじゃないの？なんかライブとか、そうなんです。また始まっちゃうよ。ほら、なんだっけ、クラブとかディスコとかそっちも行かなかったし、ほぼ行くんだったら週末って言ったらスキーとかに行ってたし、あとダイビング、夏はダイビング、冬は、若い頃は波乗りもできないくせに波乗り行ってたよね。ライブとか苦手なところにパンクバンドしてたってすごいな。そういう感じに見えないんですよね、皆さん。お会いしたことはないからあれだけど、本当のうねさんがどういう感じかわかんないですけど、やっぱね、スキーとか系になっちゃってたね、若い頃から。波乗りするのって、波乗りできないけど言ってましたね。初めて行った波乗りが台風の時で、うねさん、私そう私うねさん、うねさんは写真で見た感じでは、パンクバンドには見えない感じ。なんか意外と青年がなんかいい年
年の取り方してるんじゃないのって、イケオジになってきてるって感じ。うねさんするのうねさんするのカイトサーフィンも始まった頃にちょっとかじったんですけどね。カイトもかじったのはかじったけど、もうゴミ袋ぐらいで吹っ飛んでっちゃう感じだったんで、ちょっと危険だなって思いましたね、私には。ちょっと頑張ってやってみたのはやってみたんですけど、カイトサーフィンの意識を置いていかれて、ちょっと練習しろって言われたんですけど、なかなかね、意外とできない。骨骨ロックみたいになっちゃってたってよく言われてましたね。うねさんするの何をかな、波乗り。うねさんは釣りだよね。釣りの人だよね。うねさんは釣りが好きなんだね。じゃあサイパン来た時はボートとか借りて、あれかな、フローリングとか行ってたのかな、お姉さんなんかは。ユントさんは酒さえあればいいって状態だよね、きっとね。ライブとかにあんまり行ったことないですね。そうです、尻がそうだ、お姉さんは尻が好きなんだ。そういえばユントさん、酒ね、酒ね、あれ酒でしょ。うねさんは釣りだよね。釣りっていう印象になっちゃったかな。なんかそうそう、うねさん、そう影の何誰がオカサーファーです。オカサーファーがナンパ専門ですかね。ナンパ専門、日本では最近なんかああいうなんかいろんなことがうるさくなっちゃったから、ナンパも難しいんじゃないの。ナンパってあるの？まだ聞かないよね。なんか日本でナンパとかってあるのかな。なんかそういう雰囲気がなんかない感じがするよね。昔みたいにどこどこに行けばナンパされるみたいなさ、そういう話をなんか聞かないじゃない。今時はなんかネットで出会うかなのかな、みんな。最近はナンパしません。最近はナンパしません。ナンパしません。最近ってそういうナンパっていう話がない気がしない？なんかそういうなんかさ、ナンパ、レジのお姉さんからナンパされたの？お姉さんモテモテだね。逆ナンとかもあるんだね、今の時代は。じゃあ逆に昔ってね、逆ナンってあんまりなかったけど、ユントさんナンパありますよってあるんだ今の時代も。
いろんなことがなんかうるさいから、そういうものもなくなったのかと思ってましたね。もうネットだけでこう知り合ってこう出会うみたいな感じなのかなと思っちゃうよね。そういう場所に行けばあるのかな。昔なんかマニャガハ島とか行ったらね、もうナンパとかいっぱいあったりだけど、今はね人がいないから鳥の糞だらけらしいから、ちょっとあれだけど、マニャガハ島が今鳥の糞だらけならしいんですよ。いいなあ、うんとさあ、普通に歩いてて、ユントさん普通に歩いててナンパあんの？あ、そう。クラブとか行かなくて、ね、居酒屋とかで普通に歩いててナンパされると最近じゃ怖くない？なんかね、いいなさ、ユントさんって。なんか普通に歩いてて、こんなナンパって今時だと怖そうだけどね。いいでしょうっていいでしょいいでしょうって。怖い感じしない？なんか普通に歩いてて、なんかこういきなり声かけられたりしたら。今時はほら変な人多いからさ、変な人が、そういう時は逃げるしかないだろうけどさ、普通のね明るいところでナンパしてくる人もなかなかじゃないけどいないんじゃないかと思われたりするんだけど、そんなことないのかな。どうなんでしょう。昔はねガラパンとかもめちゃくちゃナンパスポットだったんだけどね、ね、添乗員じゃなくてなんて言うんだっけ、こう旅行会社の子たちが結構もう着いたら分かるんだよね。何人組の女の子が来たとかさ、何人組のどこどこに泊まってるとかって分かるから、そこで待ち伏せしてんだよね。だからその子たちの情報でナンパしてっていう状態になってたから、昔はだからそういうことが簡単にできたから、まあ今のも簡単か、来たらもう旅行会社の人は知ってるわけだから、今のも簡単だね。もっと簡単だね。数が少ないからね。韓国便だって、昨日だかなんだか女の子が2人で韓国人の女の子歩いてたな、綺麗な子たちが。多分観光客、今時わかんないんだよな。2世とか3世の子たちがサイパンでもいるから、観光客ってこの間のフェスティバルなんかでも声かけてみたら、韓国の子だけどサイパンに住んでますっていう人ばっかりだったから、2世の子とかだったから観光客ではなかったんだよね結局。そういう子も多いから、昔とは違うな本当に。
れででもまたさっきの話に戻っちゃ一番初めの話に戻っちゃうけど、トランプさんの発言でっていうか、ロシアの発言で結局情勢がちょっと悪くなって昨日円買いが始まったじゃない。でこれで多分だけど分かんないけど、お盆休みとかは円高に落ち着いて少しはみんながお金使いやすくなるんじゃないかなとは思うけど、なんか一番怖いのが物価が上がるかもしれないっていうことだよね。物価がさこれ以上上がったんだな、あっちもこっちもさちょっと戦争チックじゃない。関税の影響があるけど、これ以上ね、オーラ君の動画でサイパンは治安は悪くないと話している方がいましたけど、サイパンは治安悪くないって話している方がいたの？大浦くんのいつの動画見てみよう。キャプチャーしていいんだったらキャプチャーしたいけどね。治安が悪くないと話してるっていうのはどういう意味なのかね。これ治安悪いっていうことはちゃんと言わないと、本当観光客の人めちゃくちゃ迷惑になると思うんだけどね。大浦くんが話してたんじゃなくて、大浦くんのそのなんだっけ YouTube の動画の中で悪くないですよって誰かが話してたってこと？サユントさん、これ以上は無理。どれ以上かな。何の話？どっちの話？卒業旅行で来てるとおっしゃってました。卒業旅行で来てる人にインタビューをしてて治安は悪くないって言われてたんだ。へえ。だからその人たちはどうなんだろうね。治安悪くないと感じたんだろうね。多分。だからその卒業旅行でも卒業旅行で前に来てた女の子なんか、ずいぶん前だけどね、ずいぶん前の女の子、あれはね、某有名大学の女の子たちでしたね。その女の子たちは何人かで来てて、2人は飲み屋で飲まされて、でさらわれちゃったんですよ、こっちの地元の人に。ただ朝起きたらの意味が分かんないけど、朝起きたら入れ墨を入れられちゃってて、本物の入れ墨を入れられちゃってて、旅行会社の人に文句言ってましたけど、もうどうにもなんないよね。もうそれ消えないし、入れ墨入れられちゃったっつってめちゃくちゃ騒いでた子たちがいましたよね。だからもう自分次第だと思うんだけど、サユントさん、治安悪いよね。は？治安悪いよね。は？張り付かれた。ごめんなさい、歯で切るなって感じだよね。治安悪いよね。張り付かれた。
張り付かれてたよね。そうだよね。だからそこでさらわれちゃったりくっついてっちゃったりまたしちゃうと、そういう治安もあるけどまずは泥棒とかそういう治安もあるんだけど、泥棒とかひったくりだよね。日本人っていうか観光客の。この間だってなんだっけ、YouTube のなんていうんだっけ、有名な人たちのことをインフルエンサーか。インフルエンサーを日本から呼んで、その人たちにサイパンを宣伝してもらうっていうことをやってる最中なんだろうけど、この間も呼んだんだけど、その人たちがビーチで襲われちゃったり、そういうようなことがあったわけだから、治安はいいとは言えないよね。悪いからそういうことをちゃんと伝えていかないと、みんなが気をつけないじゃん。結局ついてっちゃったり、車の中に平気で物を置いて海行ったり、とにかく気をつけないじゃん。気をつけないと、日本みたいにこの車の中に鍵閉めて置いときゃ全然 OK みたいな、そういうのは、そういう感覚ではちょっと間違いだから。なんなら車の鍵を壊されちゃうから、車の鍵を閉めないでダイビング潜るとか、そういう感じだからね。車の中荒らされちゃうから。車上荒らしは昔からじゃん。そう本当ねさん、そうなんですよ。だけどほら、やっぱりさ、サイパンって初めて来た人とかさ、本当だったら日本から近いから、グアムでもそうなんだけど、初めて来る人が多かったりするでしょ、サイパンは。またね、今宣伝をしてる中で、韓国に結構力入れてるみたいなんだけど、宣伝をしてる中で初めての人が来たりして、いやサイパンって治安って全然安心みたいなんて言って遊んでたら痛い目に遭っちゃったりする前に、治安は良くないよと、ちゃんと自分で気をつけてねっていうことを言わなきゃさ。だって警察足りないんだしさ、警察動けないって言ってるんだから、実際に動けませんって言ってるんだからさ、それはちゃんと伝えておかないとダメでしょ。実際ね、警察が入ったところで日本みたいに何かしてくれるわけじゃないし、だって姉妹が亡くなった事件あったでしょ。あれだって亡くなったんだか誘拐なんだか失踪なんだか分かんない状態で今でもいるけどね、パスポートだって何だって全部ホテルにあったわけだから、物は全部あって、で2人姉妹がいなくなっちゃったっていう、こういうような事件だってあるわけだから、あれももしかしたら誰かについてっちゃったのかもしれないし、それでもしかしたらどっかで生き埋めになったのかもしれないし、わからないことだからね。だからそういう事件なのかも。他の他の観光地からするとサイパンは治安良いけど、観光地か、韓国とかだって台湾とか、台湾は微妙か。でもどこも一緒よ。僕も一緒だけど、いやサイパンは特に悪い今。だって警察が何もしないんだ。なんか被害があっても何もできないんだもん。探すこともできないし、こんな狭い島なのに。結局2人の姉妹だって出てこないわけでしょ。
ほんとそれこそ海に捨てられちゃえば分かんないしさ、ね、バラバラになっちゃってるかもしれないし、本当に分からないところだから、警察がねその後のことをやらない。日本だったら結構突き詰めて探したりするけど、本土でもやるけど、ここはそれもしないから、結局費用が足りないから、予算がないから動けないわけで、その本人たちの親とかさ、そういう人たちがお金を出してくれなきゃ探せませんよ状態になっちゃうわけでしょ。そういうのがね、後の始末が悪いっていうの、物がなくなっちゃってなくなっちゃいました、はい終わりだから、出てくることなんてありえないし、その犯人を捕まえることも私の体験で言ったら一度もないから、何百回もやられてるけど一回も犯人捕まったことないし、普通の観光地だと犯人ぐらい捕まるじゃない。アメリカ本土とかでも犯人は捕まるけど、物も出てくることもあるけど、物も出てこないとか、物も出てくることはまずないよね、ここはね。で、犯人も捕まることもないよね、ほぼ。この間もほら、週末、昨日か一昨日の新聞で、なんだっけ、なんていう言い方なんだっけ、忘れちゃった。婦女暴行じゃなくて、そんなような、周りの環境にもよるのかなって。周りの環境っていうか、私なんか誰も付き合ってないけど、ほぼ、本当に少ない人としか付き合ってないけど、結局この間も狙われてるのは、観光客歩いてて後ろから押されて、ドーンって押されて荷物取られちゃったり、なんも一切、警察が来るの2時間遅れだからね、ありえないでしょ。そういうことを言う、ね、警察呼べば来ると思ってるのも大間違いだから、呼んでも来ないから。で、ローカルの人とかは何回もプッシュするから、それで動いてくれるとかって言ってたけど、そんなのね、もし緊急事態だったらどうすんのって感じなんだけどね。助けてくださいとかっていうことが通用しない島っていうことだよね。だからそういうのを先にある程度言っとかないと、みんな身構えないじゃん。身構えて、夜になったらこういう道は歩くのやめようとか、暗い道は歩くのやめようとか、そういうねさん、レンタカーじゃなくて現地の人の車だからとか、レンタカーも現地の人の車も泥棒からしたら何でもやるよ。何でもやるよ。窓割っちゃって、なんかね、中にあるなって思ったら、泥棒は今の泥棒本当だって家の中に人がいたってみんな入っていくんだから、意味わかんないでしょ。こそ泥と違うんだよね。だから人がいたから逃げるとかじゃないし、この間も ATM 壊しただかなんだかの人もレンタカーの方が狙われやすいでしょ。いやいや関係ないと思うよ、多分。どっちかって言えばレンタカーがこう置いてあったらね、それの方が狙われやすいかもしれないけども、そ
そうだね、どっちかって言ったらそっちの方がお金になりそうだからね、レンタカーの方があるかもしれない、そういうのを気をつけないとさ、本当にレンタカーの中になんかね、お財布とか入れて、みんなさお財布とかバッグとか置きがちだからね、置かないでって感じだから、もうグロットを見に行くとかって言って車を置いてグロット見に行ってる間に車の被害があったり、どこのビーチもそうだよね。オブジャンビーチでもレンタカー置いといて、で海入ってる間にバッグ盗まれちゃってって、監視員とかがね前はやってたからね、そういうことを。もう昔の話だけど、今は分かんないけど、今の人もそうかもしれないし、そこは分かんないとこだけど、そういうことがありえたから、実際昔はね監視員の人たちがそういうふうにやってたのね。でもその人たちいざ上がってきた時に目があったってやめないからね、逃げていくだけだからね。それを持って逃げてっちゃったり、ね、下手したらこっちまで襲われるとかあるわけだから、本当そういうの気をつけないと。なるほどなるほどってね、本当そうなんだよ。そういうことが絶対、サイパン危ないっていうことは、でも伝えておかないと、みんな警戒をしないで平気でこうレンタカーに物を置いて行くのやめようって、なんか行くのやめようもいいけどさうねさん来たいでしょ。でも怖いです、怖いっていうことはちゃんと思わなきゃダメだよね。それが怖いから避けるっていうの、なるべくなら車の中にグロッと行くなら、例えばその日使うランチ代だけをポッケに入れて行ってほしいよね。バッグとかはちゃんとセーフティーボックスに預けて行ってほしい。20ドルじゃ足りないから、ランチ代溺れそうで溺れそうで、そうね、溺れそうです。本当に溺れるよ。溺れるよね、本当にね。20ドルじゃ足りないのかな。今時のランチっていくらすんだろう。20ドルぐらいだよね、ランチとかコーヒー飲んだりして、そのお金だけポッケに入れてレンタカー乗って遊びに行くとか。お金ないから大丈夫。そういうことをしないとサイウントさん、でも男がしつこいしつこいのは蹴り飛ばして大丈夫ね。蹴るとなんだから、やっぱり喋らないもんなんだからな。ホテル番号とかを、もちろんホテル番号は教えちゃダメなんだけど、向こうのが先に知ってるからね、ホテルとかね。
女の子は本当に気をつけた方がいいよね。とにかく夜道は歩かない、女の子は。だからなんて言ったらいいの、とにかく明るいところを歩けばいいんだよ。明るいところを、昼間も人がいるようなところを歩く。いないか、人いないんだよね。車が通るようなところを歩くだよね。車が通ってるようなところを歩くじゃなきゃ、レンタカーが一番いいんだけど、だからレンタカーでは男がしつこいっていうのもそれはサユントさんとかが可愛いからじゃないの？喋らないとかってそう嫌な感じの人だったらもう喋んない方がいいよね。嫌な感じ、こいつ嫌な感じって思ったらこの人は大丈夫そうとか、なんか勘であるじゃん。どう？でもね、感覚が違うっていうのある。サユントさんごめんなさいサユントさんごめんなさい。サユントさん男を代表してる。男を代表してって言ってるうねさんじゃないよ。ローカル野郎うねさんじゃないよ。ローカル野郎。でもね、ほんと感覚の違いはねあると思う。なんだろうな、自分の経験であるけど、なんか普通にちょっとこういうことこういうのってあるのっていうような経験、感覚の違い、カルチャーの違いなんだか。日本人だったら例えばその人ん家に遊びに行ったりして、遊びじゃないな、何かを手伝いに行ったりして、遊びとかじゃなくてね、手伝いに行ったりして、うちになんか手伝いに来てくれて、手伝いに来て、でいきなり帰ろうとするときにいきなり人のことを襲おうとするような感じの、意味わからないと思って、例えばその人のことをいいなと思っていたとしても、ナンパされて、例えばナンパされてっていうのともまた違うな。なんて言ったらいいんだろうな。なんか物を手伝いに来たりしてるのに、いきなり帰ろうとした時にいきなり襲ったりで、そういうような日本人じゃ考えられないというか、自分たちのカルチャーの中にはないもう引っ張くしかないよね。そういう相手だともうこっから何かが始まるとか、もう一切なくなっちゃうよね。なんかその前が例えば飲んでいたりなんかして、飲んでたりなんか喋ったりして、ロマンチックなついで感覚、うねさんそうかもしれない。そう、ついで感覚っていうの、なんかロマンチックとか、例えば飲んでて話が盛り上がってとか、そういうのでなんかそういうことってハプニングが起きたりするわけじゃない。そういう
ハプニングが起きたりするのも飲んでたりなんか楽しかったりロマンチックだったりっていうなんかがついててそういう感じになるはずなのに、なんかそのうねさんの言うついで感覚、とりあえず感覚っていうかさ、もう意味わかんないと思ってただくようなケースになることあったよね。ただく、蹴っ飛ばすみたいなさ、てめえ帰れみたいな状態になる、ふざけんなみたいな、そんな感覚じゃないだろうっていうなんかさ、こう段階を置いてっていうんじゃないけどさ、なんかその一日の中でもその例えば出会いにはなんかこう段階があるわけじゃん。飲んだり喋ったりご飯食べたりとかさ、そういう段階をなくしていきなりそういうスイッチが入る感覚がね分かんないんだよ。だからカルチャーの違いなんだと思うんで、そういう日本人の人とかにはそういう感覚があんまりないと思うんだよね。そういうスイッチをいきなり入れるっていうついで感覚っていうの、そういうのないと思うんで、何か段階があったりすると思うんだよ。これからご飯食べに行こうよとか喋ったり、その後に例えばキスだのね、こういうなんかロマンスじゃないけどなんかハプニングがあるかもしれないけど、そのついで感覚がね日本人には多分ついていけないっていうか、ここでこういう展開が始まるの意味わかんないっていう風に多分なると思うんだよね。普通の人だとそういう感覚だと多分ね。だけどやりなんとかけどしまそうかもね、ほんとね。だって普通にナンパしたって目的がそうかもしんないけど、その前には段階があるわけじゃん。喋ったりなんだりでフィーリングが合うねとかさ、合うなとかさ、飲んだりしてさ、飲んだ勢いとかそういうものがあったりするわけじゃん。段階が何もなくしてそういう風にね、いきなりこうちょっと喋ったじゃないんだよな、今な。説明が難しいけど、説明が難しい。多分みんな分かってくれてると思うけど、この私が言いたいことを多分ね。なんかなんかこうナンパしたって、ちょっとこれから飲みに行こうよとかなんとかうだだっていうの、いろんなやり取りが何時間の間にあったりしてさ、そういうことに進んだりなんだりするわけでしょ。そういうカルチャーがねちょっと違ったりする人がいるから、気をつけないとね。あゆんとさ、ありえない感じるはずね。ほんとさ、治安が治安悪くないって言ってた人がいるっていうのは、その人どういう感覚でどういうインタビューをされたのかわかんないけど、それで答えをしたのかわかんないけど、今度動画見てみます。最低でも星を見た後じゃないと。そうだよね、最低でもそうだよね、うねさんね。星見た後じゃないとね。そう星だ、そうだよね、星見た後じゃないとね。
そういう段階っていうものがあるわけじゃん。星見てなんとかとか。それです。それです。なんだよね、なんかさ、とりあえずはね、こういうビール一本でもおごるよとかさ、そういうさ、なんか段階があって、星見に行こうよとか連れてってあげるよとか、段階があって、そういう状態になると思うんだけどね。そういうのがなくしてもこう起こそうとする人たちもいるから、ちょっと気をつけないとね。あれは星攻撃あるある星ね。でもさ、日本で東京とかなんつうんだろう、関東圏でもないな、東京、横浜、千葉とかあの辺に住んでる人はビルのあるところの人たちはなんか星がそんなに見えないかもしれないけど、ちょっと離れたところの人たちは、長野とか関東圏だって、長野とかちょっと行っちゃうとバシバシ見えるんだよね。一緒に星を見てくれる人を募集しますご連絡は何々までバチバチね、一緒にね、星を見たり。そうだよね、そうだよ。そうね、星とかね、そういう段階がやっぱないと、もうね、ああいう感覚意味わかんないもんね。もうほんと蹴り飛ばすしかなくなっちゃうから。ああいう人さん、友達はずっと絡まれてたサユントさん、何番な。やばい、連絡来たらどうしようね、うねさんねうねさんやばいですよ。サユントさんにロックオンされちゃったかもしれないよロックオンされちゃったかもよ、ほんとね。だけどそういう感覚がやっぱり多分ね、こうカルチャーの違いなんだと思うんでね。やっぱり生きてきたところがまた違うから、なんか育ち方が違ったりするわけじゃん、やっぱり。だって中学校とか、小学校って言ったかな、中学校って言ってたよな。日本だとまだそういうことはないと思うけど、中学校のトイレとかにこっちでは避妊具が置いてあるって言ってたからね。そういうのないじゃん、日本ではそんなの置いてないでしょ、多分。そんなさ、しちゃってもいいんだ状態じゃん、こっちはさ。なんか早く言ってしまえばね。それはセーフティーのために置いてあるんだと思うけど、
中学校小学校じゃないよな、中学校どっちだったかな。トイレに置いてあるって言ってたよね、避妊具がこうちゃんとってそれがちゃんとなのの意味が分かんないけどさ、そんなのを置くぐらいなら初めからやめさせてってそんなやめさせる行為をもっと継承してほしいよねって感じなんだけど、トイレでプレイってそうだからそういうのが置いてあるんだって、避妊具がって言ってたよ。ちょっとそれを初めて昔聞いた時にはちょっとびっくりしたけど、多分今でもそうなのか、公認っていうか公認っていうかここの公営サイパンの運営する中学校なんていうの、公営私立じゃなくて公立、公営じゃないよ、公立だ、公立ではそういう風に置いてあったって言ってたよ。私が見たわけじゃないけどそういう話はよく聞きますね、置いてあるから。いやーって思ったよね。いやそれが公認だか、公認っていうか学校側で置いてるんだと思うよ、多分。そんなだって生徒が買ってきて置くわけじゃないでしょ、多分。深く聞いてみるね、ちょっとそこね。その当時はさ、へえそんなんなんだって思ってただけだったから、それが公認で置いてあるのとかちょっと聞かなかったから、その辺は聞いてみるね、もう一回。どうなんだろうね、怖いよね、そう考えると。へえぐらいしか思わなかったんだよ、その当時聞いてた時はさ。公認じゃないのかな、でも置いてあるってことは。そんなことない。ちゃんと持ち歩くようにします梅さん、そうだよね。ちゃんとね持ち歩くようにしてください。ほんとね、なんかちょっと次元、そうですか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 はさゆみさんどっちかな、どれかな。どういうそうですかかな。どういうそうですかかな。どういうそうですかかな。いやー、くりそうですかです。いやひっくりそうですかです。いやひっくり、それがわかんないよそれがわかんないよ、それがわかんない、それがわかんないよいやひっくり返りそうってことちょっとさ、ゆうとさんわかんないよあ、びっくりですそっちかびっくりね、びっくりですね。
ちゃんと書いて、トイレでね、ほんとそういうだから普通にそういうセーフティーだから子供を作られちゃ良くないっていうことなんじゃないのかな、多分ね。そう思います。子供を作るのは良くないよとか、そういうことなんじゃないかなって思うんだけど、その若いうちに。違うかな、それとも病気かな、エイズの方かな、どういうあれで。私はベッド派です。よかった、うねさん。トイレじゃなくてよかったです。よかったです。ね、トイレはちょっとね、トイレもなんだよねって感じだよね。だからちょっとカルチャーの違いっていうのがやっぱいろいろありすぎるっていうことなのかな。だからそういうのが普通って思う人もいるんだろうし、さすがにトイレはねってね、そう思うよね。さ、ちょっとねカルチャーの違いが出ちゃうんですよ。そんなのあるわけないじゃんみたいなことがあったりもするわけだからね。それにこう麻痺しちゃってる人たちもいっぱいいるかもしれないけどね、さすがにねちょっとその辺はね違うよっていうか、なんていうんだ、こういうの言いにくいね、こういうのね、言いにくいよね、こういうのね。トイレはどうスタートしていいかわからない。そりゃそうだよね。そりゃそうだよね。ちょっとね、どうやってね、男性の方だってそうだしね、女性から迫ったとしたって分かんないよね。ありえないよねってね。だからそういうカルチャーの違いってやっぱいっぱいあるから、そういうとこだけじゃないしね、他にもいっぱいいろんなことが普通とされてるようなことが、そういうところで育っちゃったから普通と考えちゃってるっていうところもあるわけじゃない。だからその辺のあれが違うから難しいのよね。例えばなんつうんだろう、これはまた動作の違い。日本では例えば分かったっていう時にうんとかって首を縦に振ったりするじゃない。そういうのが例えばフィリピンの人では分かったっていうのじゃなくて分かんないよっていう時に首をうんってこうやったみたいな感じにするんだよね。って今のフィリピン人はなくなったかもしれないけど、昔の時はなんかこう縦にこう首を振るっていうのがわからないっていう意味だとかって言ってたな。なんか知り合いの人のところの従業員さんがお偉いさんっていうか、なんだろう、マネージャーさんがマネージャーさんがスタッフの人に怒っていたら、なんかね、
その怒られてた方の人がフィリピン人だったらしいので、うんうんってやってるから分かったんだと思ってた。分からないって言ってたんだって、それが。でそこの辺の違いで裁判まで至ったことがあるっていう話。なんかね、何だったっけな、分かんないって言ってんのに説明もなくこうされたみたいな状態で弱い方の立場の人が、だからスタッフの方の人たちがその当時は無料で今でもお金あんまりかかんないけど無料で訴えることができたのよ、弱い立場の従業員の人は。雇用主とかマネージャーの人に訴えるのはほぼ無料っていうか、その当時はもう全く無料で訴えることができたからすぐ訴えに行ってたわけよ、労働局とかに。それがうんの動作一つで訴え裁判まで行っちゃうっていう行っちゃったっていう話がありましたね、昔ね。とんでもない誤解だったんだよね。ちょっと待ってください、水飲みます。そんな動作のね、ごめんなさい。皆さんサイフトさんもってね、っていう動作でね、一つで分かったっていう動作かと思ったら全く分かってなかったっていう。それでなんか今度分かってないのに説明もしてもらえないで話を進められたみたいなことで労働局に訴えを起こしたっていう、とんでもないなっていうさ。大体じゃね、そんなことで揉めないで話し合いで終わってくれって感じだけどそこで訴えに出ちゃうっていうのもちょっと違うなっていう感じなんだけど、今の日本ならありえんのかな、ちょっと分かんないけど、そういうね、何の違いって言えばいいの、これやっぱカルチャーの違いでしょね。とんでもないことになっちゃってたっていうのもあるよね。だから本当なんか日本人だけの感覚でこう行動を起こさないでほしいなっていう感じだよね。ちょっとついてっちゃおうかなって。なんかホテルの中でホテルの中の例えばラウンジとかで飲むとかならさ、まだ安全じゃない、そういうとことか。どっかについてってこう車に一緒に乗っちゃったりとかっていうとね、分かんないから、森の中連れて行かれたって分かんないわけだから、そういうのは気をつけてほしいし、ホテル番号を教えるとかそんなのもう絶対ありえないと思うし、そういうのを気をつけてほしいなって。日本人の感覚だけでちょっとっていうのがえらいことになっちゃうっていう場合もあるってことだよね。全部が一概にそういうわけじゃないけど、一概にそういう人ばっかりじゃないと思うけど、そういう感覚の人もいっぱいいるよっていうことは分かってほしいから、気をつけてもらえたらなって思うよ、そういうとこは。アバンチュールじゃないけど
なんつうの、そういうの今時はなんて言うんだろう。今時はなんて言うんですかね、そういうのね、わかんないけど、なんて言うんだろうね。今時なんて言うの、サユントさん。なんていうの、そういうの。なんか若者とか日本ではなんかそういうのの言い方ないのかな、僕には。特にない。何？夏の夜、昭和か。昭和じゃんか。昭和か、もう普通に昭和。アバンチュールとかサイパンはアベックで行くのが安全なんですかね。いや、アベックって言わない。アベックっていうの今時は。いやいや、サイパンは女の子同士でもいいんだけど、だから気をつけて。アベックでだってアベックっていうのか、カップルでいたってねえ、だから危険なところは避ける。もうとにかく夜は歩かない、出歩かない。姉さんみたいに釣り竿を持ってあんなとこ、真っ暗なとこ行かない。誰かと言ってくれって感じ。もう今まで安全だったのもびっくりだよね。もうローカルの人だと思われたんじゃないのねさ。あんなところに釣り竿を持って一人で行く人がいないからね。まず多分観光客の人が真夜中にあんな真っ暗なとこ行って釣りしてる人いないよ多分。普通にローカルだと思われちゃうよね。とにかく暗闇には行かない。女の子は特にね、暗闇には。一人で昼間とかも車が通らない道は歩かない。バッグを持たないようにするとかさ。姉さん多分黒いからロゴだと、思われたんだと思う。そう考えると、だって行かないもん。だって観光客の人がこんなさ真っ暗なとこに一人で釣りしてないもん。そんなの初めて聞いたもん私。でタクシー自分で車で歩いて行ったって言ってたよね、確か。歩いて行った？誰か連れてってもらって釣りしてたのか。しゅうちゃんとかに。しゅうちゃんだっけ、タクシーしゅうちゃん。いきなり思い出した名前を。姉さん、そうなの？そうよ、初めて聞いたよ。そんな観光客の人があそこに、あんな暗闇に。だってあそこ明かりなかったよ。私この間行って確認したけど、こんなとこで釣りしてたのかと思ったけど、この間私動画撮ったでしょ、そこで。この間流したあの時こうやって上見て、こう電気ないよと思ったんだけど、あんな防波堤っていうのなんだっけ、あそこ名前忘れちゃった。なんだっけ、マイクロビーチじゃなくて車で行く
僕も行く時もあればってことが、歩いて行く時もお一人様よ。怖いよね、あそこ明かりないよ。だって明かりなかったよ。怖いって。懐中電灯持参よ。そうよね、ほんと明かりなかったもん、あそこ。あんなとこでこんなとこで釣りしてたんだうねさんって思ったもん、私見に行って。だからね、絶対ローカルだと思われたんだと思うけどね。観光客の人はね、なかなかそんなにあそこに一人で釣り竿を持って釣りしに行くっていう勇気がないと思う。なかなか。釣ってる人いた？それで周りにローカルの人でもなんか釣ってる人がいるのかな。釣り仲間じゃないけどさ、他にも釣ってる人いたのかな。昼間はねいっぱいいるのよ、あそこ釣ってる人。釣りしてる人いっぱいいたけど、いっぱいいる時はいいと思うのね。なんかね、あそこで釣りしてる人を見て、なんかちょっとね、日がねめちゃくちゃ当たるからあれだけど、日陰になるなら釣りしてみたいなとか思ったよね。にも釣り竿はあるかな。盗まれてるかな。使わないから。うちみんなお客さんが置いていく釣り竿とかがあったんだけど、どうかな、あるかどうか見てないな。見てみよう。盗まれてるかな。カイトサーフィンのカイトボードは盗まれてたからな。黄色いカイトボード、もし黄色に白いラインのカイトボード盗まれたんで、誰か見たらそれは私のです。そういえば夜は観光客を見なかったっていうか、人すらいない人すらいないでしょう。人すらいないよね。夜でも夜釣りしてる人夜釣りしてる人はいるよね。でも一人で行くのはがないよね。あんまりっていうか聞いたことない。初めて聞いた。初めて聞いたね。人すらいないでしょ。真っ暗の中で一人でなんか釣れるのかな。釣れるよね。釣れるのは釣れるかな。イカとか釣れそうじゃない？イカ泳いでるからね、昼間。勇者うねさんって勇者だよね、本当にね。勇気あるよね。怖いもの知らずというんですか。勇気あると思います。なかなかね、私はガラパンからデューティーフリーとかがクラウンホテルあたりからデューティーフリーとかもバラクーダの小さいの釣れたよ。バラクーダって食べれんの？毒あるよね、確か。毒があると思われる。クラウンホテルからデューティーフリーとかまでこんだけいて、歩いたのは2回か3回ぐらいだと思う。一人で歩いたことは絶対車で移動するから歩かないね。夜なんか絶対一人では歩かない。歩いてこなかったね。車で移動するっていうのが絶対
歩くなんて昔からできなかったね。歩かなきゃならないっていう時があって歩いたりしたことはあるけど、なるべく自分で一人で歩かないようにしてたよ。だって何バラクータの小さいの釣れたよ。だって飲んだら乗るなでしょ。飲んだら乗るなっていうか、いや飲まなくても歩かないよ。飲んだら乗るな、大酔っ払いで乗るなっていうことじゃないの。飲んだら乗るなっていう感じではないよね。だってみんな飲んで帰ってるし、車じゃなきゃ移動手段がほぼほぼないわけだから、大酔っ払いはダメだけどさ、もちろん止まるとこういうなんか鼻に手当ててみたいな検査されるよね。ちゃんと歩けるかとか。昔ね、一時期ね、どのくらい前だったっけな、お客さんに、ローカルのお客さんには、警察が推奨して、なんかね、こう昔のブログに載ってるけど、その写真も警察官がね置いてったものがあるのよ。飲んだらこれを呼んで代行みたいにして帰れみたいな感じ。その代行で来るのが軽犯罪者軽犯罪者が迎えに来て、ここに電話すると軽犯罪者が迎えに来て、車を運転してくれるっていうわけ。そんなの嫌に決まってんじゃんね。家に帰るのに軽犯罪者っつったら泥棒とかでしょ。そういうのが代行みたいにしてくるからって言うんだけど、いつまで続いたのか知らないけど、あれがなんていうシステムだったっけな。昔のブログをひっくり返さないと分かんないな。ねえ、ふざけんなよと思ったんだよね。こんな人を泥棒とか軽犯罪者を家を教えちゃうわけじゃん。そうすると絶対嫌だよね、そんな人を代行運転手に。飲んだら乗るなみたいなのでね。だから大酔っ払いしたらこれを呼べみたいな感じでお店に置いてったやつがあるの。なんていうシステムだったんだっけな。とにかく警察がね回ってきてそれを置いて帰ったけど、誰もが言ってたよね、絶対嫌だってね。酔っ払いで捕まった方がまだマシだって言ってたよね。そんな人を呼ぶぐらいなら家に軽犯罪者に家を知られて、なんなら酔っ払ってる時で逆にその時にまた犯罪が起きるかもしれないって、どういうシステムを考えてるんだっていう時代があったよね。今もやってるんだったらちょっとありえないことなんだけど、あのくらい前かな、10年じゃないな、15年ぐらい前かな。いや20年ぐらい前かな。いや20年経たないな、15年ぐらいかな。そういうシステムがありましたよ。ありえないと。あ
りえないんですよ。どうしてああいうシステムを考え出したのかね。よくわかんないんだけど、誰がどうやって発案してああいうシステムが OK って言って議会で通ってそういうシステムになったのか。警察官配りに来たんだよね。何かやっぱり変。そうそう、何か変なんですよ。なんかね、だからちょっと考えることが違う人がいるんだろうなって。世間と違う考えの人たちがいて、それを議会で承認しちゃうっていう。どう考えたら軽犯罪者をね、そういう運転手に選べるのかよくわからなかったけど、それを使った人がいるのかもうわからないけど、うちのお客さんなんかではありえないって言ってたけどね。やっぱりチャユントさんと同じ商店の前のベンチで飲むのが日課でした。本当？商店の前にベンチあったっけ？あるかもしんない。あの辺にね、あの辺にあるかもしんない。あそこで人間観察するの。そこで人間観察面白いよね、意外と。私なんかもお店があった時飲んではいないけど人間観察してたことあったよね。人の流れを見てたんだけど、この頃はね、人の流れを見るぐらい人がまだいたからね。今はもう全く人を見つける方が大変だけど、人がいないもんね、本当に。帰りはマッサージの送迎車でホテルに帰ったの。すごいなそれ。そういうシステムがうねさんの中では出来上がってるんだね。いろんなとこに行く術が全てあるって感じだね。面白いなそれ。そういう感じだったのね。それでいろんなところにも行けちゃうわけだね、きっとね。面白いそれ。でいろんなこと話すとね、本当にいろんなそんなっていうことがいっぱいあるよ。不思議なことね、考えられないなっていうようなところがいっぱいありましたね、今までの中でね。本当にね。お姉さんはでもやっぱりさすがリピーターさんで、でもリピーターさんでもそこまでこうあっちこっちにあれがつてじゃないけどあれがあるのすごいね。どこ行くのも OK だね、普通に。マッサージ屋には連れて行かれずちゃんとホテル。そうなの？ただのじゃあそれタクシーじゃん。ただタクシー状態で迎えに来てくれて降ろしてくれるんじゃ超便利だね。ものすごく助かる人たちがいたんだね。いろんなあれで
便利物。商店からね飲んで歩くと意外とあるからね、意外と距離もあるし、普通マッサージにそれで連れてかれてマッサージ2時間とか3時間とかやらされちゃうんだけどね、やられないっていうのがちょっとすごかったね。すごいね。朝日のママと仲良しだったからね。あ、なるほどね。そういうんでよくしてもらえてたんだね。羨ましいそれは羨ましいことで、中国人の人ね、いい人もいっぱいいるのよ。まあ悪い人もいるけど、この間ね、なんて言ったかな、なんて書いてあったっけな、おばちゃんとか呼ばれてる中国人の人、おばちゃん、日本語にするとおばちゃん、なんだっけ、あそこの上の人が捕まっちゃったよね。上のどうなったのかは、どうなったのかな、あの後。麻薬かなんかかな、麻薬を売ってたとか、なんて書いてあったんだっけな、結構前だよな。パセオ・デ・マリアナに入るとこの角の上、なんてバーだったっけな、バーとマッサージだったっけな、忘れちゃった、ど忘れしちゃった。そのママが、このママなのか、そこにいた人なのかが捕まって、麻薬の売人で捕まった。名前書いてあったけどな、忘れちゃった、名前が思い出せない。ダイナミックのところ、ダイナミックってどこにあったっけ。ダイナミックあったよね。どこにあった？ダイナミック2階、パセオ・デ・マリアナ入ってすぐの2階のところ。ダイナミックってどこにあったっけ？昔あったよね。思い出せない。ダイナミックが思い出せないんだけど。クラウンホテルから行って出て、パセオ・デ・マリアナに入って、そう、角の2階の女性と男性が捕まった。そしてその女性は長く住んでる人で、なんで私日本語で覚えてんだろう。ドーナツ屋の、ドーナツ屋じゃない、ウィンチェルズじゃなくて、クラウンホテルから出てパセオ・デ・マリアナメインの通りをビーチロードに出ていくでしょ。でそのビーチロードに出るとこの角の右側の角の2階、昔火炎放射器じゃなくて火炎瓶投げ込まれたところ、なんだっけ、名前を思い出せない。なんでもうここまで出てきてるんだけどな、こっから出てこない名前が。場所わかった？あ、ドーナツ屋じゃない、パン屋さんが下にあるよね。パン屋さんの上、パリスとかいう
パン屋さんの上もうなんだかわかんないな。パン屋さんの上です。パン屋さんの2階の人が捕まった。分かった場所。このママとこの人が捕まって、その後はどうなったかわかんないな。大麻のわけないよね。大麻合法だから、多分覚醒剤の方だよね。覚醒剤と呼ばれるようなものの方で捕まったって書いてあるな。ドーナツ屋っていうのはウィンチェルズのとこでしょ。今名前違っちゃってるけど、ウィンチェルズっていう名前じゃないけど、パリスっていうパン屋さんの上、パリスだったからそういう名前だよね。この2階のママさん、おばちゃん、日本語にするとおばちゃん、英語でなんて言って呼ばれてたのかな。なんかおばちゃんっていうなんか頭に残ってるのがおばちゃんっていうのしか残ってないわ。なんかその人が捕まったって書いてあったけど、誰だかは顔は一致しない。私は全然。朝日のママも分かんないし、カドンとルネさんが仲いいとこのなんだっけ、コンビニのママも分かんないし、顔が一致しないんだよね。顔が一致しなくて分かんないんだけど、そういうことがあったね。多分半年ぐらい前。そんないかない？そんなにならない？今8月だからそんなになんないね。3、4ヶ月前ぐらいだと思います。もう2時じゃない？早いね。こう喋っているとみんな寝始めてるのかな。寝始めてる？みんな寝てんじゃないの？もうすでにそういうこともありましたね。なんかね、最近って言えば最近なんだな、あれね。ドーナツ屋ので固まっちゃったんだけどそんな感じです。今日もね、もう2時になりましたね。お付き合いありがとうございます。またね、明日はね、新しい動画ちょっとアップしたいなと思ってるんで、今日ちょっと間に合わなかったんでね、新しいっていうか、最新の動画を昨日ね、切れちゃったからね、それもあったんだけど、今日はちょっと新しい動画間に合わなかったんで、明日は新しい動画をちょっと間に合わせたいと思っています。という感じで、ふんとさん、うねさん、皆さん、今日もありがとうございます。潜ってる方がね、いらっしゃるのであれば、アストーリさんもね、ありがとうございます。ナバルさんもありがとうございます。潜ってる方々ね、もしよかったらコメントとかしていただけると、励みになります。うねさん、ありがとうございます。また明日
配信したいと思ってるんで、よろしくお願いします。字幕もアーカイブになった後ちゃんとつけてあるんで、よろしくお願いします。なんてもうこういう締め方をねちゃんと練習しないとね、もう長らくやってなかったからいろんなことを忘れてしまってすいません。聞きづらい点もたくさんあると思いますけど、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんまたです。ありがとうございます。ありがとうございますです。おやすみなさい。さゆんとさんありがとうなんだありがとうございます。ではでは失礼いたします。おやすみなさい。